日本では地震や台風に備えた防災施設の整備が進められてきました。また、日頃から防災訓練を行うなど、防災に対して高い関心を持っています。これは、日本では昔からたびたび地震や台風による災害に見舞われてきたからです。過去の大地震などの災害は多くの教訓を残しました。歴史的な災害から学び、災害に備えることは命を守るために欠かせないことです。日本人は昔からこの教訓を日々の生活に取り入れ、防災に生かしてきました。今日はそんな防災への取り組みについてお話しします。防災意識の高まり。最近の地震で多くの人の記憶に残っているのが、2011年3月11日に東北地方を襲った巨大地震です。マグニチュード 9.0 の日本国内観測史上最大規模の地震でした。この地震による災害を東日本大震災と呼んでいます。人の被害として亡くなられた方と所在が確認できていない方を合わせると約22,000人ほどになります。また、大変多くの人が避難生活を送らなければなりませんでした。地震発生後3日目には全国で約47万人が避難所等に避難していました。2024年の時点でも約29,000人が避難生活を送っています。この東日本大震災の記憶を後世に伝えるための様々な活動が行われています。また、震災の実情を伝える施設も多く作られました。その一つに、震災遺構があります。震災遺構は、被災した学校などの建物をそのまま残したものです。津波の破壊力の凄さなどがひしひしと伝わってきます。これらの遺構は、震災の爪痕を伝える大切な役割を果たしています。また、津波の怖さを後世に伝えるための施設もいくつか作られています。その施設で来館者は自然災害の事実と向き合い、多くのことを感じたり、学んだりすることができるようになっています。震災の記憶を後世に伝える活動の一つが語り部活動です。この活動は、被災者やその家族が自身の震災体験を直接語るものです。震災の記憶を生々しく人々に伝えることができます。震災の時にとった行動や気持ちを直接伝えることで、聞き手に強い印象を与えます。語り部活動とともに重要なのがアーカイブ事業です。写真、映像、音声などの記録を保存し、デジタル化して公開しています。これにより、震災の記録を広く使えるようになり、将来の世代も参照できるようにしています。震災の記憶を後世に伝えることは、将来の災害への備えを強化し、防災意識を高める上で、大変重要な取り組みです。つい最近では、2024年8月8日、九州の宮崎県の沖合で、
大きな地震が起こりました。この地震に伴い、気象庁から巨大地震注意の情報が発表されました。この巨大地震とは、九州から静岡県にかけて伸びる南海トラフと呼ばれるプレートの境界で発生する地震のことを指します。日本の広い範囲が激しい揺れに襲われ、沿岸部では最大で30メートルを超える巨大な津波が押し寄せるとしています。この巨大地震が発生する確率が普段より高まると伝えられました。この情報が発表されると、人々は水や食料を手に入れようとしました。そのため、スーパーやホームセンターでは、水や米、ガスボンベなどが一時なくなってしまいました。8月15日、政府から巨大地震注意の終了が発表されました。終了が発表されたからといって、地震が発生する確率がゼロになったわけではありません。今回の巨大地震注意の発表は、日頃からの地震への備えの重要性について、再認識をする良い機会となりました。家庭や地域でできる防災対策。前に述べたように、重要なのはそれぞれの家庭が防災のための備えをすることです。巨大地震が起こり、家が壊れてしまい、避難生活をしなくてはならないことも考えておく必要があります。そこで、一番最初に用意してほしいものが、非常用持ち出し袋です。一人が一つの袋を用意して、自分が一番長い時間を過ごす部屋に置いておくのが理想です。この袋には、次のようなものを入れておくと良いと言われています。飲料水、食料、救急用品、現金などの貴重品、マスク、照明器具、携帯ラジオ、モバイルバッテリー。そして、衣類、下着、タオル、洗面用具、ウェットティッシュ、ティッシュペーパー、ライター、筆記用具などです。飲料水や食料は最低でも3日分、できれば1週間分を用意するのが望ましいです。食料は、アルファ米、缶詰、レトルト食品、カップラーメン、乾パン、小麦粉、米粉など、長期保存ができるものを用意します。そして、季節ごとに袋に入れるものを見直すことも大切です。例えば、冬季には防寒具やカイロを追加するなど、気候に合わせた工夫をします。次は、地震の時に、怪我を防ぐ対策についてです。まず、タンスや棚などの背の高い家具が倒れないように器具で固定します。その他にも、寝る場所の近くに重い家具を置かないことも大事です。このようにすることで、地震が起こった時、家具の下敷きになり怪我をする危険が少なくなります。また、台所では、食器棚や冷蔵庫を固定するのはもちろん、扉が勝手に開かないように、ストッパーをつけることをお勧めします。そうすることで、食器棚から食器が飛び出して割れるのを防ぐことができます。さらに、台の上に置いてある電子レンジ、オーブントースター、
炊飯器などがずり落ちないようにすることも大事です。それには、調理器具の底を粘着シートを使って台に固定する方法があります。さらに、地震発生時、ガラスが割れて飛び散らないように、窓や食器棚のガラスの表面にフィルムを貼っておくと良いです。もう一つ、家庭での防災対策で忘れてはならないことがあります。それは、家族全員で避難場所や連絡方法を確認しておくことです。それには、各市町村が作成したハザードマップと呼ばれる避難に役立つ地図を利用します。このハザードマップを見れば、避難場所、自分の家がある地点の浸水や崖崩れの危険性などがわかります。特に、家族が離れた場所にいるときに、災害が発生した場合に備え、集合場所や連絡方法も前もって話し合っておくと安心です。また、最近では、スマートフォンのアプリを利用して、災害情報をリアルタイムで受け取ることができます。こうした技術を活用することで、素早い対応が可能になります。家庭とともに、地域での防災の取り組みもとても大切です。地域では、自治会ごとに、毎年防災訓練を行っているところが多いです。誰がどんな役割を担当するかを決めて、防災訓練の当日は、その役割の仕事を実際に経験してみます。実際に経験することで、本当に災害が起こった時に、素早く行動することができます。また、地域の防災には消防団の存在が欠かせません。消防団は地域の安全を守る役割を担う組織です。消防団員は普段はそれぞれの仕事をしています。災害が起こった時に活動を行います。消防団員は地域住民で構成されているため、地域の実情に詳しいのでとても頼りになります。消防団の仕事は、火災の対応だけではありません。大規模災害時の救助、救援活動、防災訓練や防災指導、応急手当の普及指導、地域の防災パトロールなどいろいろです。消防団は、自らの地域は、自らで守るという精神に基づいて活動しています。学校や職場での防災訓練。日本の教育現場でも、防災意識を高めるための取り組みが行われています。小学校、中学校、高校では、地震や火災を想定した避難訓練が定期的に行われています。子どもたちは訓練を通して安全に避難するための方法を学びます。また、防災に関する授業や震災を体験した語り部を招いた講演も行われ、災害時の行動や命の大切さについて理解を深めます。さらに、地震の揺れを実際に体験してもらう取り組みも行われています。これは、地震の揺れを人工的に起こす車両が学校を訪問し、子どもたちが車両に乗って、地震の大きな揺れを体験するものです。体験した子どもたちのほとんどは、
大きな地震の揺れに怖さを感じます。こうした教育や体験を通じて、子どもたちは幼い頃から防災意識を身につけます。そして、将来の災害に備えた行動をとる力を養っていくのです。職場でも、地震や火災の時に、素早く対応できる体制を整えていて、全社員がこれに基づいた訓練を行っています。訓練を定期的に行うことで、職場での安全性が保たれ、緊急時における社員同士の連携が強化されます。さらに、毎年9月1日は防災の日になっています。その日は全国の各市町村で様々な防災訓練やイベントが行われます。ニュースでも必ず訓練の様子などが伝えられ、日本全体が防災意識を高める良い機会になっています。防災の日は、日本全体で災害に対する備えを再確認する重要な日です。このように、日本では地域、学校、職場などで防災訓練と教育が行われることで、人々は高い防災意識を持つことができます。伝統的な防災の知恵を生かす。日本には古くから受け継がれてきた防災の知恵が数多く存在します。例えば、日本の伝統的な木造建築は地震に強い構造を持つことで知られています。奈良県にある法隆寺五重塔をご存知ですか？1300年以上前に建てられた世界最古の木造建築です。おそらく何回も大きな地震に見舞われたことでしょう。それでも、この法隆寺五重塔は地震の揺れをうまく吸収する構造であったため、倒壊を免れることができました。1300年以上昔に、そんな素晴らしい技術があったことは、大変な驚きです。この技術は、2012年に完成した高さ634メートルの東京スカイツリーに応用されています。さらに、日本各地には災害の教訓を忘れないようにするものがあります。例えば、津波が町を襲った際、津波の先端が到達した地点を示す石碑が残されています。過去の津波が石碑がある地点までやってきたことを住民が知っているのと知らないのとでは避難行動に大きな差が生じます。日本の首都東京でも江戸時代の防災の知恵が生かされた街づくりが行われています。すでに江戸時代の都市防災計画には火災、地震、洪水などの自然災害に対する様々な対策が含まれていました。火災対策では消防組織が整備されました。延焼を防ぐため、道路の幅を広くしたり、空き地を設けたりしました。地震対策では、住民に対して避難指導を行いました。地震が発生したら、落ち着いて行動することや、安全な場所への避難を呼びかけました。洪水対策では、河川の改修や堤防を築き、洪水を防ぐ努力がなされました。また、
洪水による災害が発生したときは、仮小屋の設置や炊き出しが行われ、被災者の支援が行われました。江戸時代の地域社会では、協力することが大変重視されていました。共に助け合う精神は、現代の防災活動にも引き継がれています。地域での防災訓練や避難所の運営において、この精神はとても重要です。江戸時代の町づくりでは、住民の安全を確保するため、火災、地震、洪水に対する対策がどうしても必要でした。これらの対策は、現代の防災への備えにも大きな影響を与えています。現代の防災対策には、昔からの知恵が様々な形で活用されています。これらの伝統的な知恵は、現代の科学技術にも取り入れられています。日本における防災への取り組みや、防災意識の形成について、お伝えしてきました。日本では、地震や台風といった自然災害が頻繁に起こるため、日常生活の中で防災を意識する機会が多いです。災害への備えと心構えがどれほど大切かを少しでも知っていただけたら幸いです。もしこの動画が気に入ったら、グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。次の動画でも素敵な日本文化の話題をお届けします。それではまたお会いしましょう。